こんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は埼玉県川島町秋の用水路での小物釣り、その動画をまとめた編集版第2弾です。動画をまとめてこのようにいろいろ喋って、解説付きおしゃべり付きでお送りします。最後までお付き合いください。埼玉県の川島町といいますと、小物釣りの聖地などという呼ばれ方をすることもあります。たくさんの用水路が張り巡らされている。そして釣りが楽しめる川もいくつもあるということで、多くの釣り人さんが訪れる場所ですね。ここは自分がよく行く川島町の表地区ですかね。この辺の用水路でよく釣りをします。釣れました。この丸まってくる感じ、これはフナですね。フナが釣れました。エノコログサがだんだん色が色づいてくる、黄色くなってくるという、秋も深まりつつあるという時期ですね。このような釣果でした。場所が変わりまして、ここは人気のある公園横の用水路。自分もこのチャンネルの中で何度も訪れています。使うのは卵グルテンに市販の卵仕掛けですね。ちょっと卵グルテンの話をしたいと思います。中に小さい計量スプーンみたいなのが入ってましてね、それすり切り1杯ぐらい、それに対して水同じぐらい1対1で混ぜろというのがだいたい基本なんですけど、自分は柔らかめに作ることが多いですね。と言いますのが、置いておくと乾燥して結構パサパサになってしまったりとかいうことがある。あと餌が柔らかい方がちょっとつけやすいような気がするってことで、そのようにしてますね。で、病気になってしまって釣りへなかなか行けないような状況が続いておりまして、これまだしばらく続きますけれども、実験したいことがあったんですね。卵グルテン、今使っていた普通のものと、その他に競技用というのが、競技用卵グルテンというのがあるんですね。で、存在は前から知ってたんですけど、どう違うんだろうということで、釣り比べの動画なんか面白いかなと思って購入はしたんですけど、使わないまま眠っているというね。いつかその使い分けどう違うのかっていうのをこのチャンネル内の動画で、お伝えお知らせできたら面白いかなと思っています。竿先に赤トンボが止まってますね。秋が深まる、時期の釣りでした。こうやって小さな自然と触れ合えるのも釣りの面白さの一つですね。秋になって、稲刈りの頃、水路の水が落とされる、川なんかも結構減水したりする。そんな時期、水がないような場所もだんだん増えてきますね。左から右へゆっくり浮きが流れるはずが、なんか引っかかっているような、そこ引っかかっちゃったのかな、いや、なんかこの動き魚が食っているのかなで上げてみたらかかっていました。これは沼秩父ですね。
以前川で沼秩父を採集したことがあるんですけど、用水路なんかでも結構釣れたりしますね。あとは公園の池とかでも、公園の沼ですかね、釣ったこともありますね。釣れました。小さい魚が。空が高いですね。セイタカアワダチソウも高い。釣れました。これは小ブナですよ。口細、そしてタモロコ中心に釣れている中で、こういった小ブナが釣れるっていうのがまた楽しいんですよね。自分としては同じ種類の魚がたくさん、例えば小ブナばかりとかタナゴばかり釣るというよりは、いろいろ混ざって釣れるっていうのがどちらかといえば好きですね。お、タナゴが釣れたとか、お、今度は小ブナだとか、そういう楽しさがある。この日の釣果です。もうこうしてみると沼秩父がひときわ異彩を放っている。黒っぽいですからね。ここは場所が移動しまして、鳥羽沼付近ですかね。鳥羽神殿ということになるんでしょうか。モンシロチョウがたくさん飛んでました。釣れましたね。小物が釣れました。小さいです。タモロコのようですね。背中に赤トンボが、これね、布地に足が引っかかっちゃったみたいなんですよね。それでなかなか動けなかった。リリースしましたけどね。こんな感じで釣りをしています。ちょっと高いところから釣れました。この辺も案外釣り人さんが多くて、シーズン初夏の頃などはパラソルを立てて、どうもタナゴを狙っている方が何人かいらっしゃったのを見かけましたね。でもこの水路で自分はタナゴを釣ったことはないんですね。で、秋に限らずですけれども、いるところにはやっぱり魚が群れている。だからもう仕掛けを投入するとすぐ当たりがある。入れ食いになることが多いですね。また釣れました。だから短時間で何匹も釣れてすごく楽しめますね。で、自分この埼玉の片隅からチャンネルは一時期は週に3回動画を上げてましてね、そうなるともう週1回の釣果ではもうトリプルヘッダーでないとダメなんですよ。で、なかなか思うように釣果が上げられない時もあって、これはダメだってなっても、小物釣りの場合は身軽ですからどんどん次の場所へ展開していけると、そういうことがありましたね。例えば船で釣りに行くよ、海釣りに行くよってなると、もう一回空振りだったらその日終わりですからね。で、そろそろこの辺、もう周辺の田んぼは稲刈りが済んでいる。秋も深まりつつあるというような時ですね。同じく先ほどの水路のやや上流側で釣りをしています。この近くに鳥羽沼ですかね、ヘラブナ釣りの沼というか管理釣り場があって、そこにも多くのヘラ釣りファンの方が訪れているようですね。
自分はもちろんそこで釣りをしたことはありません。この市販の卵仕掛けがなかなか役に立つというか重宝しますね。また釣れました。口細ですね。ポンポン釣れてくるんですね。それが楽しいというか、おお釣れたって感じでね、楽しんでます。でふと対岸側を見ると、ここにヘビが泳いでいる。これ水路に落下しちゃって上へ上がれないんだと思ったんですね。でこれヘビを助けようってことで対岸側へ行きまして、網ですくおうと、そういう感じでね向かったんですけど、近くで見てちょっと驚いたのが、これマムシじゃないかと。マムシの小さいのだったんですね。でどうも青大将の小さいうちはマムシに擬態するみたいなことで、マムシと似た模様が出るらしいんですけど、これはマムシですね。このなんていうか丸いくさび型というかね、その間に点が入っている、それがマムシの模様の特徴の一つだそうですね。草むらに投げてます。だから釣り場でマムシに遭遇する可能性もあるよということをやっぱり意識していないといけないのかなって思ったりしますね。草むらを分けて釣りに行ったりとか、そういうこともこのチャンネルでは結構してましたからね。マムシは見たのはこの時1回ですけど、他のアオダイショウとかヤマカガシはずいぶん見かけましたね。でヤマカガシなんて昔は毒がないと思ってましたから、どうも奥歯の方に毒があるよってことでね、もう子供の頃はもうそんなこと知らないから、毒がないヘビだと思って捕まえて家へ持ち帰ってね、お菓子の箱に入れて玄関に置いといたら、なんかプラケースか何かに入れようと思ってね置いといたらいなくなってたという、逃げられちゃってたというねこともありましたね。夕日に輝くタモロコ口細、楽しい釣りになってますね。また場所が変わりました。これは先ほどの水路のすぐ近くなんですね。同じような地域の水路です。用水路です。ですごいこの水門の脇あたり高い場所から釣りをされてる方もいらっしゃるんですよ。どうやって釣ってんのかなって思っちゃうぐらいなんですが、自分はこうやってどなたかが踏み入れたとおぼしき場所をですね、かき分けるというか、だいたい道がついているので、そこを入っていって釣りをしたっていう感じですね。水面が見えました。穏やかな流れですね。で使うのがタナゴグルテン。少量を使うのにはとても便利です。それでよく釣れる。で水を混ぜてこうやって木の枝でいつものように練ってるんですけど、すごくまとまりやすいんですよ。で自分の場合は水を多めにして柔らかめにして使ってますけど、で仕掛けを投入して、流していくと、
この時使ったのは 1.8 メーターぐらいの仕掛けですね。それでこのチャンネルではよく使っている緑色のトップ付きの浮きですね。かかりました。結構大きいのがかかった小物釣りの中ではこれはなかなかのサイズということになりますね。一気に抜き上げです。釣れました。これは船かな鯉かなって感じなんですけど、ケースに入れてこうやって見ると分かりますね。ひげがないのでこれは船だなとかそういう感じですね。ちょっと判断が難しいのがあります。タモロコも釣れました。タモロコも結構大きいのも釣れたりしましたね。この辺はタナゴが結構釣れるというんでね、自分も初夏タナゴ釣りに出かけて何回か楽しい思いをしましたね。中には何百匹も釣る方もいらっしゃるようですけど、自分はもう20匹ぐらい釣れればもう十分すぎるって感じで、それでだいたい納棺終わりにしてますけども、よく釣れる時もありますね。また釣れました。これは何でしょうかね。なかなかいいサイズなんだろうなと横から眺めてるんですね。でケースに入れてみると、これはヒゲがあるな、だからこれは鯉だなという、そうやって見分けてますね。のんびり浮きが流れていくのを見て、かかった、もうバシャバシャしてますね。またまたなかなかのサイズの魚が釣れました。これは船ですね。形が船という感じでした。船が釣れました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。また次の動画でもいろいろ喋りますのでご期待ください。